どうもこんにちは、ホビーチャンネルむさしです。タミヤのカストロールスープラ GT の作成になります。パッケージの中身はこんな感じで、部品点数は多くもなく少なくもなく、信頼のタミヤ製なので作りやすそうです。ホイールはメッキされていて、今回はこのメッキを剥がさずにそのまま活かして製作しようと思います。それでは組み立てていきましょう。今回は信頼のタミヤ製なので仮組みなしで製作しようと思います。ボディの下処理から始めていきます。ボンネットの大きなダクトは2つのパーツで構成されています。金型を想像するによく設計したなと感心してしまいます。組み立てたダクトは塗装前に接着してしまいます。キャッチピンはエッチングパーツに置き換えたいので、目印にピンバイスで穴を開けて削り飛ばしておきます。ダクトの付け根は接着跡を処理しておきます。マジックを塗ってからそれが消えるまで紙やすりで処理し、段差を消していきます。接着箇所の処理だけだと段差が消えないので、パテ代わりに瞬間接着剤を盛り付けてから処理を続けました。リベットの箇所はすべて 3D プリンターで自作したリベットに置き換えたいので、ピンバイスで穴を開けておきます。フロントとリアに大きなフェンダーパーツがありますが、塗装前に接着します。フェンダーにあるリベットも自作のパーツに置き換えるので、ピンバイスで穴を開けておきます。ボディの処理が終わったのでクロスハフを拭きます。紙やすりとスポンジやすりを使ってクロスハフを剥がし、パーツ表面の微妙なうねりを取っていきます。パネルの境界線は筋彫りツールを使って深くしておきます。リアのトランクの金具ですが、シャープさに欠けるので 3D プリンターの自作パーツに置き換えようと思います。表面処理が終わったのでグレーのサフを拭きます。サフは本塗装の前に表面を水溶きして慣らしておきます。本塗装に入ります。色はミスターカラーの GX1 クールホワイトを使いました。色の乗りにくい縁の方から塗装していきます。リアウィングですが、底部分が厚く感じたので少し薄くしました。接着ダボが小さく頼りないので真鍮線に置き換えました。ボディの受け側も真鍮線の太さに合わせてピンバイスで穴を開けておき、愛を確認しておきます。デカールを貼っていきます。デカールを貼る前に筆で水を塗っておきます。
大きめのデカールは貼る前に筆で水を塗っておくと位置決めがしやすくなります。指やピンセットで位置を調整したら綿棒で余分な水を押し出していきます。曲面がきつい箇所はデカール軟化剤も使用しています。デカールを貼る前にパネルラインの墨入れをし忘れていました。墨入れ塗料のグレーと黒を混ぜて白いボディと馴染むようにしています。はみ出した箇所はエナメル溶剤をつけた綿棒で拭き取っておきます。デカール貼りを続けていきます。ダクトの部分はデカールが分割されています。先にマークセッターを塗ってデカールをのせます。上からマークソフターを塗ってデカールを溶かし、程よく柔らかくなってから綿棒で押し付けて定着させます。デカールを貼り終えたのでクリアを拭きます。はじめは遠くから拭く砂拭きです。続いてツヤが出るように垂れる寸前まで拭きます。1週間ほど乾燥させた後、デカールの段差消しをしていきます。使っているのはトレカットの1500番です。デカールの修復をしていきます。切れてしまった箇所や足りていない箇所をエアブラシで補修します。筆も使用して気になる箇所をリタッチしていきます。マスキングを剥がした時に天井のデカールが剥がれてしまいました。剥がれ残ったデカールをきれいに剥がし貼り直します。デカールはタミヤのアフターサービスから取り寄せました。
段差消しと補修ができたので、さらにクリアを重ねます。クリアの乾燥時間を使ってシャシを組み立てていきます。下側ですが、説明書だと銀色の部分がよくわからなかったので、おそらくこうだろうと思うところでマスキングしています。フロント部分のメッシュはキット付属のものをそのまま使用しました。瞬間接着剤で固定します。マフラーエンドはデザインナイフで薄くしました。エキゾーストパイプは銀色を筆で塗り、上からクリアオレンジを重ねました。ところどころに黒を吹いてすす汚れを表現します。マフラーエンドの内側はアクリルガッシュの漆黒を塗りました。内装を組み立てていきます。このキットはシートベルトがデカールで表現されています。そのまま貼ると実感がないのでアルミシートに貼ってみました。アルミシートにデカールが定着しないのでデカールフィルムを上から塗ってみましたが、あまり効果はありませんでした。切り取ったシートベルトは縁をマジックペンで黒く塗ります。
シートベルトには上から艶消しクリアを塗りました。出来上がりはこんな感じです。シートにデカールをそのまま貼るよりは良い感じになりました。ホイールの塗装をしていきます。メッキパーツなのでメタルプライマーを塗っておきます。マスキングにはマスキングコートを使用しました。マスキングを剥がすときに剥がれてしまった塗装は筆でリタッチしておきます。タイヤデカールを貼っていきます。逆転車式の専用デカールが入っていました。2週間ほどクリアを乾燥させたので研ぎ出しをしていきます。まず最初はトレカットの1500番です。続いて2500番を使用します。
ポンジヤスリの4000番から1万番までを使って表面の傷を消していきます。スポンジヤスリが入らないところは綿棒とコンパウンドを使って磨きました。仕上げに全体を長谷川のセラミックコンパウンドで磨いて完了です。窓枠にマスキングをしていきます。デザインナイフの刃を2枚重ねて細切りのマスキングテープを切り出します。デカールの伸びを利用しながら窓枠に貼っていきます。さらに大きめのマスキングテープでマスキングしていきます。側面の窓はマスキングテープをそれっぽい形に切り出して少しずつマスキングしていきます。縁が覆えたら内側はマスキングゾルも使用しました。マスキングできたので窓枠を塗っていきますが、ついでに内側も黒く塗っておきます。ここはマスキングをし忘れてしまっていました。デザインナイフでこそげ落とし、荒れた表面はコンパウンドで磨きました。吹き込んでしまった箇所もコンパウンドで磨き落としておきます。フロントライトはマスキングするのが難しく感じたのでエナメル塗料で塗っています。エナメル塗料ならばはみ出してもエナメル溶剤をつけた筆で溶かし取れば修正できます。トランク部分の金具は 3D プリンターで自作しました。テールランプの透明部品は裏から銀色で塗っています。ライトカバーは血をマジックペンで黒くしました。
フロントライトのカバーも縁を黒で塗りました。水溶性のセメダインハイグレードで接着し、はみ出した箇所は水をつけた綿棒で拭います。リアガラスの縁は塗り分け境界が段差で一段落ちていて塗りやすそうだったので、マスキングなしで塗りました。接着剤が固まるまでマスキングテープで固定しておきます。フロントウィンドウのパーツは中側から固定しますが、先にマスキングテープで固定しておき、隙間に接着剤を流し込みます。ここはエナメル塗料で塗っています。はみ出したところは溶剤をつけた綿棒で拭っておきます。側面のメッシュは説明図をマスキングテープに写し取って、それを台紙にして切り取ります。マスキングテープで固定しておき、瞬間接着剤で接着しました。リベット類を取り付けていきます。自作した 3D パーツです。タイヤにはタミヤのコーティング剤を塗ってみました。塗り方がよくわからなかったのですが、一滴落として綿棒で伸ばしていきます。実写のタイヤワックスのように塗ると良い感じにしっとりしたツヤが出ます。これは良い商品です。小さな部品を取り付ける前に長谷川のコーティング剤でツヤを出しておきます。ウィンドウ部分はタミヤのコーティング剤です。シャーシと結合します。このキットは比較的簡単にシャーシが入ってくれます。
リアの整流板はセメダインハイグレードで接着しました。リアウィングを接着します。あらかじめ真鍮線を仕込んでいます。サイドミラーは瞬間接着剤で接着しました。ボンネットピンは手持ちのエッチングパーツを取り付けました。ボンネットピンが取り付けられたらこれで完成になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。